もるじゃない心配なだけ起こったのそれとも私に飽きたのこっち見てよ人の泣きにするほどに幸せ遠ざかってくおせっかい焼く人不幸な気持ちなんてわかんないこの恋どこへ向かうの噂に押し流されそう心まで吐き出されが力になる想いはどこへ向かうの癖も知り尽くしてる二人がこんな飽きなく終わるのせーの、椿ファクトリーです。椿ファクトリーライブツアー2026スプリングヒートイットアップ全公演終了しました。ありがとうございました。どうだった？はい、私 CBN はそのライブハウスから始まってホールコンサートで終わったんですけど、皆さんのコールの声量とかがすごいヒートアップしてて、なんか私たちもそのコールに負けてらんないなって思いながら頑張れました。今回「だからなんなんだ」という楽曲がセットリストの中にあったんですね、でなかなか披露するタイミングがなかったので感想部分の名前コールをついに皆さんにしていただくことができてすごく嬉しかったのでこれからもいっぱい皆さんからのコール聞けたらいいなとは思います。すごく楽しかったです。はい、ありがとうございます。今回のツアーはですね、私たちに2つのグループに分かれたんですけど、2つのグループとも同じ曲をやったじゃないですか。だからこそなんかいろんな人のこの歌の味っていうのがこう見えてすごい勉強になったし、あとは他にもイヤモニつけてこの人の声はこんな綺麗なんだなとか、画面見てあやっぱこの人の顔可愛いなとか、いろんなことを知れましたので、これからのツアーに生かしていきたいと思います。楽しみ。皆さん本当にツアーに来てくださってありがとうございました。ありがとうございました。またツアーある時はお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。ハロステ、今回もお相手は椿ファクトリーの谷本亜美と笠井優美です。ハロステはコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題やハロープロジェクトの魅力をお届けしていく番組です。さらにレコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。まずはハロー SNS チェック。今回は谷本亜美さんの SNS チェック、5月9日の椿ファクトリーの TikTok と Instagram です。はい、6月3日発売の新曲「まっぴらだってば」リリーベの推しカメラ初めて自分で編集してみたどうということで、いやすごいですね。これ編集するのにどんくらい時間かかったんですか？いやでもどうなんだろう、いろいろ編集するのも初めてだったので、調べる時間とかもやったら、1日2日とかぐらいだったのかな。でもファンの方にも、編集しやすいようにブログとかでもこういうこのアプリがいいよとかおすすめしてたじゃないですか。それ私たちにもしてくれて、すごく私も編集するときに谷本さんがこれ言ってたなと思って編集したんですけど、編集のポイントはありますか？編集のポイントはやっぱり画面の中の真ん中にちゃんと自分の顔がずっと入れるように、なんかそういう追う機能みたいなのがあって、それを毎回押してどんどん調節してっていうのを何分割もやって編集してましたね。いやそれは確かに1日かかりますね。なかなか手元のカメラだけだとやっぱブレちゃったりするので、そういう時にちょっと修正できたりするのが
すごくこうなんかでも楽しかったです。なかなかそういう編集をあんまりしなかったので。今回のこの動画の自分の推しポイントとかありますか？推しポイント、どこだろうな。私あります。あるんだ。谷本さんの推しポイントは、ありえないっていう冒頭の部分があるんですけど、前にこれで出てくるんですよ。そこが良すぎて、毎回見て、あ、めっちゃいい。もう一回スライドしてもう一回見て、あ、めっちゃいいを繰り返してます。わ、嬉しい。ありがとうございます。私どうだろうな、表情とかもかな。あんまりやっぱりこの楽曲だとちょっとクールな感じの表情してるので、私意外と結構パフォーマンス中笑顔なことが多いので、なんかそう楽しくて笑っちゃうんです。本当にイメージあります。なんですけど今回はしっかり決めているので、そういったところも見ていただけたら嬉しいなと思います。メンバーの誰をこう推しカメラやってみたいですか？誰だろう。でもユーミ。なんでですか？顔がいいから。顔がいいからとかめっちゃ。でも多分そういいね、ごめん。嬉しいです。でも椿以外だったらジュースの井上蓮さんとか、きっとお茶の間の米村キララさんとか、アンジュルムの平山由紀ちゃんなんだろうなとは思うんですけど、そうですね、やっぱり推しなので、推しカメラっていうだけあってやっぱり推しのことはまあそれは撮りたいですね。ずーっとこう撮ってたいですね。まあでもいつかね撮れる機会があったらいいですよね。でも撮ったとしてもなんか自分のものだけにしちゃいたいかも。公開はしないで自分のお宝としてただ自分で編集していいものを作り上げて出さずに自分で見るみたいな。だいぶ怖いです。でもよかったメンバーで私作ってくれるということなので、ぜひ機会があったら取り合いしましょう。ハロステ。続いてはハロープロジェクトの各グループのレコーディングやダンスレッスン、ミュージックビデオ撮影やコンサートの裏側に密着していくハロカミをお届けしていきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7で、これが多分こっちに行く人はこっちで、今日はモーニング娘。の気になるその日の歌とテカハッピーのハッピーのフリーレッスンをエンドゥさんにしていただきます。研修生の時から気になるその日の歌はなんかめっちゃ速そうやなってずっと思ってて、なんかその舞台袖で見るのも会場リハの時に客席から見る時もすごいなって思ってて、自分がパフォーマンスする時になってめっちゃ焦ってずっと練習を細かくしてました。最初と待ってる時が開きじゃなくて右持ち、でここから多分イエイって両足でその自分の方向、お願いします。今日はフォーメーションも含め歌割りが決まってないので全体的にできるようにしつつ、でも多分僕の振りってこうニュアンスでどうにかなるものでは、特に気になるはではないので、テカハッピーの方はまだその個人のそのいろんななんかアクティングだったりそういうのはあるからまだいいんですけど、気になるに関しては本当にユニゾンダンス楽曲になってるので、だけどにしてもいろんなパートが意外とあるんですよ。全部は教えつつ、でも今日多分その杉原の中でここっていうパートを決めてたので、そこを重点的にじゃないですけどでも全体的にはできるように詰めてった感じではありますね。ただ今日でなんか全部できたもう入れるよっていう感じまで仕上がってはないです。半分からこっちの歌割りだった場合、せでねよくなるそのキー元気歌う人は下向き、歌ってる人は、これやる。だもうどこにはなるか分かんない。ただこっち側だとした場合で元気ね呼吸部ワンで向く。そのキーそのキー元気よちょっと飛ぶ前に16ビート止めちゃダメで、ずっと取ってる。次来るなと思った時に待ちってしちゃダメか。
はいずーっと。なので取りすぎ中ここまで取らないでほしいんだ。軽く乗って10取ってるぐらい。研修生の時はやっぱり研修生同期がたくさんいたので、やっぱり同期にすごく頼る部分もありましたし、やっぱり同期5人で活動してることが多かったんですけど、でその5人はやっぱり奇数だからどうしてもなんかごちゃごちゃになっちゃうこともあったし、その意見と意見がこっちの正しい振りとこっちの正しい振りでぶつかり合うことあって、すごく考えることが多かったんですけど、やっぱ今は一人だからすごく誰に聞いたらいいのかもすごく分かんなくて、ちょっと不安な気持ちの方が多いです。でもね、違うのそうじゃなくて、私はガンの6セカンド先に向かって、これがストニオで上からの人、そしてこっちからの人、こっちからの人、こう行く人とこっちのパターンもあるし、そうするといろんなパターンがある、からベースとしてちゃんとなってっていう、それが下からか上からか右からか左からかって覚えておいて。一番終わりの感想の動きがすっごい速くて、フリ V で見てもスローにしても分かんないレベルで、そこが難しかったです。でもやっぱりフリ V で見るのと直接教えていただくのとは全然違くて、直接教えていただくから気づけなかった部分もたくさんありました。みんなで合わせるユニゾンなので、だから今日持って帰ってまたさらにメンバーを見て、メンバーの映像を見て、当時言ってそれをベースには揃ってはいるんですけど、ライブでもやっててみんならしくなってってるので、いい意味で悪い意味でも変化してってるので、だからそれを今どういう風になってるかを見て、そこに入るにはっていうので、揃えるにはで練習してた方がいいかもっていう感じですね。やっぱり研修生の時からすごく、それこそリハーサルで見てたり本番を袖から見たりしてて、すごいかっこいいなって思ってて、でも自分は次もそっち側に行くので、まずは自分のできる限りの力を出して迷惑かけないようにしたいなって思います。しみるのをでもね、違うのそうじゃな前終わり、私 OK かな、手はこれカノンによって違うんだけど、私わかる2発目だったら、わかるの下ろし上、これがカノンで下ろしうっていう、最後の人は1、2、3、そう、これがカノン。すごい。自分はなんか一つを正確に覚えて、あとはとりあえずなんとなく頭に入れてくってことをしてたので、めちゃくちゃごちゃっとはならなかったですけど、やっぱり全パターンを一人で覚えるのってすごい大変だなって思いました。振り覚えはでも早い方だなと、ビデオで見てるので、現役メンバーよりも早かったです。でもビデオがあるのは多分大きいと思うんですけど、でもなんか今のメンバーの中だったら引っ張っていく存在にはなりそうな気配は感じましたけど、頑張り次第ですよね、彼女のって思いました。なんか見てて気になるとこあった？手回すところもなんかエンドゥさんを憑依させるみたいな。いるうちに教えてもらって、そう言ってたなとかを振り覚えたら意識するのがいいのかな。手首が抜けちゃう時あって。ね、そう思った。手首の抜ける癖あるね。だからこれなのにこうなっちゃうとか。クッと。気にした方がいいかもね。観察全然してないなって、その振りにいっぱいいっぱいになっちゃって、もちろん目の前で振り付け覚えるの大事なんですけど、僕自身もどの人も癖というかあるので、癖っていい意味ですよ、その人の特徴とかニュアンスとかってあるので、
そういう見て観察して覚えるというのはちょっと少ないかなと思いました。やっぱビデオで見て振り覚えなきゃみたいな、それに必死になってたので、別に悪くはないんですよ。でまたもう一歩先、その観察力、気になるで僕が初めて関わったんですけど、その時に小田ちゃんがもう私本当はここ踊らなきゃいけないんですけど、エンドゥさんを見てエンドゥさん見なきゃみたいな、もう見なきゃいけないから振りを抜いてエンドゥさんばっか見ちゃってたんですみたいな。でも僕は全然それって思わないタイプなんですよ。見て覚えるとめちゃくちゃ大事なので、先を見据えてって意味で足りないとこだったので、それは今後あると成長もっと早いんじゃないかなと思いますね。でシェイキー2、3、4テンション高いみんなで歌うぜかギルグングングンシャグとシャグと肩を回しながらくるくるしながら大御所女優の付き人って思っといたらいい感じ、だから自分は主役じゃない、この岡村誉という大女優の補佐、大御所な雰囲気でもうほとんど新人なんでどうぜハッピーで歌ってない時は横ぜで正面、ハッピーの時にこうならない、ハッピー H、もうほとんど新人なんですぜハッピーハッピーの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 ジャンプ陰性の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 陰性でジャンプやればできるぜジャンプ OK ずっと停止でテカまで、この歌い出しの人もが早く動くから、それも絶対動かないです。テカハッピーは割と個人戦、アクティングが本当多いので、ユニゾンで見せるよりかはなので、逆に立ち位置と歌割り決まってからどう詰めていくかが大事かもしれないですね。この曲はヒラフェスも冬のハロープロジェクトのコンサートもたくさん見る機会があって、なんとなく振りが頭に残るような楽曲だったので、研修生の時から多少は入ってたんですけど、でもやっぱり全然細かかったり、それこそ新芽で振りが違うところがあるので、そこがすごい難しかったです。チェキでドゥワーってポーズしたら、ドゥワー、一回自分の行く方向に回って移動、ドゥワー2、3、4みんなで歌うぜ、今度マイクを向ける、みんなで歌おう、みんなで歌おうぜ、みんなで歌おうぜ、おってもいいし、さっきはみんなで歌うぜだったじゃん、それが次は歌おうぜ、歌おうぜで定価この円だが、これがすと振り付けで言うとスナップスナップヒーラーヒーラー、今度反対スナップスナップヒーラーヒーラー、これを自分の立ち位置の円があって円、初めは円でぐるぐるしつつ、最後のこれは自分の位置に向かう。ドゥバターみんなで歌おうぜ、手がもう止められない手が美しくなれ、全身的全身的レッドイ間違えたってまずは今日教えていただいたことを一度復習して動きももっと正確にするのと、あと研修生の時は基本歌割りが全部オールユニゾンだったんですけど、すごく細かくなるので覚える量もそれこそ倍値も多いですし、たくさんあるので、しっかりここで移動するっていうのを明確にしときたいなって思います。今日レッスン受けてみて家では気づけなかった部分がたくさんあったので、今多分自分がこの細かいところを家でしてきてたら、またもう一個レベルが高いことを教えていただけたと思うので、次のレッスンはもうそこを全部クリアにして、もう一段階上のことを教えていただけるようにしたいです。いつも頑張ってて偉いね。
椿ファクトリーの谷本亜美と笠井由美がお送りしているハロステ、お別れのお時間となりました。今回ね MC2 人だったけど、はい、なんか、まあ、ユーミとだったから、なんかいつもの感じそうですね、ちょっとリラックスしてできたかも、なんかそうあっという間にっていう感じですよね、すっごい早かった、やっぱり頼もしいなと思いました。ユーミが頼もしかった一緒にまたねできたら嬉しいですね。ありがとうございます。はい、それでは私たちのこれからの動きを見ていきましょう。はい、椿ファクトリーはですね、6月3日にニューシングルを発売させていただきまして、その発売に伴ってですね、発売記念イベントを行っています。6月6日、そして最終日がですね、6月21日まで個別イベントなどをやっていますので、会いに来てくださったら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。そして FM909 プレゼンツ、笠井由美、福田マリン、ヨフールの椿ファクトリー加入5周年記念ライブも開催します。6月14日、そして7月の7日に開催されますので、来てくれたら嬉しいです。そしてハロコン2026の開催も決定しました。なんと椿ファクトリー、8月10日にラッキーフェスに出演することが決まってます。イエーイ、ありがとうございます。今年の夏も一緒に思い出が作れたらと思いますので、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。お願いします。ハロステはハロープロジェクトのコンサート映像、メンバーのちょっとしたパーソナルな話題をはじめ、レコーディングやリハーサルなど活動の裏側にも迫ってお送りしていきます。毎週水曜日と金曜日の19時に新着動画がアップされますので、高評価、コメント、チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。今回のお相手は椿ファクトリーの谷本亜美と笠井由美でした。さようなら。